店売りが1億円オーバー達成しました。皆様誠にありがとうございます。その金はどこから来た？修羅場を捉えた。ダメ？お前うるせえよ。黙れ。荒ぶるホストの記録を全て公開。胸クソ中。ザクラブぶっ潰すかんな。まあまあ今日は楽しんでいきましょう。シックもっと盛り上がるよ。よいしょ。ローランドが経営するホストクラブザクラブとザシック、2店舗の売り上げを競うバトルイベントが真っ昼間に幕を上げた。ローランドはなぜこんなことを考えたのか。競争をさせて、それで、その売り上げを上げるっていうスキーム自体が、いいか悪いか本当正直俺から判断できないですけど、ただ確実に言えるのはやっぱ目の前に相手がいたりとか勝ちたい相手がいたら頑張れるっていうのは多分人間の、これどの業界でもそうなんで、変なし独立前のグループの全店舗の売り上げとうちの2店舗多分もしかしたら勝つかもしれないですよね。ホスト業界で有名ホストが出す店流行んねえって言ったやつ全部に並べるって言いたいし、なんかそういうそいつらに見せつけたいなのもあって、こういうイベントやったのもあったんで、ホスト業界の勢力図をひっくり返す。ローランドはたった2店舗でいわば宣戦布告の宴を決行していた。いよいよ夜の部に突入。お客さんを総入れ替えし再びの開演を待つ。そして夜7時、戦いの火蓋が切って落とされた。いらっしゃいませ。おはかわいいじゃん。ちょっといいね。多分今のところ俺の予想だけど、多分シック優勢だと思う。まだ今はね、ただこのやっぱ2部がメインでさ、バチンってみんな来るから。そうだね。驚くことに夜の部の入場には条件があった。最低注文は150万円。つまり太客たちだけが着席を許される。そんな制約も女のプライドに火をつけるのだ。2つのお店の絶対に負けられない戦い。カメラはピリつくホストの音声を拾った。お前一部ぐらい出勤しろ。お前たくなくても。分かりました。お前の後輩たちがさ呼んでるわけよ。お前が出て盛り上がるなって自分で思えよ。当たり前よ。お前俺とか俊が出てんだぞ一部に。なんで後輩のお前が出ないんだよ。ありえないだろ普通な。お前だからだよ。わかる？言ってろお前。分かった？有志は紋付き袴の清掃でこの宴に全てをかけていた。今日の団体戦に自分だけで勝っても意味がない。一方、お久しぶりじゃないですか。ケンシロウですよ。この不敵な声は何の話だの。肘つくなお前。入店間もないが視聴者からも反響の大きかった勘違いビッグマウス大型新人ケンシロウ。今日いやーマジで俺の日じゃなかったっすね。お客さんは0です。ゼロし120。ボケなのか天然なのか判定が難しい。いやーでもでもこれからねいよいよ僕らの時代来るんで見ててください。特に情報はなく大物ぶりだけが分かったところで、今ザシックが先陣を切った。注文の主はそう高村エイトだ。180ピッタでもう伝票出してるじゃん。会計ちょっと任せるわ。昼の脱力系ジャージ姿での接客からできる男は
ガラッといでたちを変えてきた。あの日負けなしの男が負けた。そして今日エイトはもはや暴走の類、なんと7組もの指名客を呼んでいた。中にはガチで言ってる、マジで助かる。本当に320ストップでいいじゃん。やばいね、神だね。さらにリアルにどのぐらいで考えてた？ガチで言ってんの？強っ、マジで。エイトが動いたのはものの数分。たった一人で1000万円をすでに突破。女たちの共演が始まった。一方ザクラブ勢も負けてない。大丈夫。俺はこの時ユウシとシュンはあることを企んでいた。そしてあの炎上ホストが今宵もやらかした。ツンデレ系炎上ホストの姿を発見。シック勝てるかな。いや桜多いなマジで。そうなんかアウェー感が。お前あと10分。あとラストオーダー10分。ラストオーダーまで。元ジャニーズ桜木由美とこの指名客は勝てるぐらいになりたいな。勝ちたいな。保証はないだろ。それはだって俺ずっとナンバーワン目指してた。ナンバーワンだったらこんなんで一回もないから。結局推しに負け、ユミとのランク入りを信じ高額シャンパンをオーダー。ところがどうだろうね。入んじゃない多分。どうだろうね。入んじゃない多分。どこか一言のようなツンデレ逆ギレ接客でお客の行為すら突き放す。まあしょうがない。そういう感じだったらこの後遊びに行けねえわ。そういう感じで態度出されるんだったら俺遊びに行けねえわけ。いやそうやってなんかさ嫌な雰囲気出すんだったら俺遊びに行けねえわけ。じゃあおとなしくしてて。じゃあもうお前ちょっと黙って。まあ、別にしょうがないじゃん負けても。お前がさお前もうこれ以上暴れたら本当は今日遊びに行かねえから。あれから半年、あの指名客は今もユミとのそばを離れられずにいた。お前さ今日どんなもん？今日どんなもん？てか待って、オーダーの紙がねやべえ、なんか緊張してきたな。お前うるせえよ、ちょっと黙れ。お前ちょっと今日はやめてね。俺もちょっとなんかその本当イライラするからね。ここからはユミとのお箱逆ギレ芸にご注目。ダメ？ふざけんなよ。上とかないから。お客さんにさらに10万円使ってほしいユミとは当たり前のように追加オーダーを入れようとした。もちろん逆ギレも追加する。170。いややっぱ170。無理とかねえだろ別に。別に後で煽ればいいから。
いやもういい、もう別にこれはシャンパンのラストオーダーで別に後で煽ればいいから。お前にあと5分でギャーギャー言われるぐらいだったら後で煽ればいいから大丈夫。なんでもない。160しないぐらい。マジで今日呼ぶ相手間違えた。マジで開き直って見てたものの罪悪感、つまりテンパっていた。めっちゃ腹立つな。というのも同じチームのエイトには7組もの指名客、一方ユニトにはこのお客さんだけだから、彼女が全てを握っていたのだが、逆ギレからの放置状態、八方塞がりのユミト、どうする？泣いてるからさ、が泣いてるから後でさついてくんね。なんで泣いてるか。いやちょっとまた喧嘩したから。なんと他のホストにバトンタッチしていた。そうだよねって。だけどこの日はお店同士の戦い。チームメイトのセルティアが中杉役だ。本当にそうだね。急にクレジット欲しいとかって約束と違うかったらなんかびっくりするし。そう。仲直りできた。そう。前回も言われたよね。赤ちゃんだね、みぼうはね。わがままの赤ちゃん子だ。でも二人でいる時はいやいや。ユミとのツンデレ芸のフォローに見事成功と思われたが、ありがとうございます。この板客についてて。こっち来る。ああ、いいよ。はい。ユミボーンも一部いっぱい読んでたらこんな煽られなかったもんね。こんなお釣り程度のシャンパンで選ばない。まだね、煽る時間はたっぷりある。とそこへ喧嘩中です。どうしたの？仲裁中ですよ。こんな小銭程度のシャンパンでガチャガチャ言うなって。ありがとう、ちゃんと言ってください。ありがとう。社長の意見を代弁しただけだから。どうよ、俺そんなこと教えたつもりないから。でもありがたみを忘れちゃダメですよね。ありがたみ忘れたらダメだよ、やっぱり。そうだね。本当に。そうだ。思い出した。思い出さないとダメですよ。こういう時のローランドは案外正論攻めで笑いなし。ありがとうございます。ありがとう。そしてこのマッチポンプとも言えるツンデレ劇が大体終わり。ありがとうございます。曇り感じ。ユミと念願の高額シャンパンがオーダーされた様子。ラストオーダーも終わり、ここからは栄えあるコールタイム。この日は選ばれし高額オーダートップ5だけがスタッフ総出のド派手なシャンパンコールを受けられるのだ。エンジェルホワイトで総額150万を覚えてました。ありがとうございます。ハッピーバースデー。総額330万を覚えてました。ランク外でもこのお会計では第5位は素晴らしい。ユミトだ。で
隣まだコールしてないから。実はこの日までに投げ銭400万円をかき集め、先ほどのツンデレ客の会計と合算したのだ。総額500万オーバーリーマジで今日呼ばれて間違えた。マジで。さっきまでのツンデレタイムが走馬灯のようによみがえる。今お客さんは一体何を思うのか。何でこの後はホテル集合でとか言って。次回、久しぶりに緊張するわ。ナンバー上がってたから売上バトル最終章、あの因縁の対決が再び。裏方が不穏な動きを見せる中、この異様な一日に違和感を感じていた男が口を開く。だってホストじゃないじゃないですか、投げ銭なんて言っちゃったら。もうだってアイドルじゃないですから俺ら。わかるっす。客観的に思ったらなんだこの世界って。でもこれが現実なんですよ。